こんにちは。今回は、ついに、ライダーズ最終作、フリーライダーズを攻略しますよ。見ての通りキネクトによる体感ゲームとなっています。また、今回オープニングは無視です。正確には存在するのですが、セガ公式が挙げている関係で映像を使ってしまうと、著作権の関係で警告が来るので、見せられません。気になる人は公式動画を見てくださいね。今作は、ストーリーモードとミッションモードが一緒になっていますので、ミッションの解説が多めです。体感ゲームということで、個人差は大きそうですが、認識されやすい体の動かし方とかも解説する予定です。とりあえず、攻略見に来た人向けに話すと、やっぱり体調とかに左右されますので、無理せずにやっていきましょう。幸い、1ミッションあたりの時間が短いのが救いですね。セーブデータを選ばずに始めていますが、これは、初回プレイ時のみ見れる、プロローグを見るためです。では、早速ストーリーを始めましょう。会話デモの時に少し補足したりツッコミ入れる場合がありますが、あんまり喋らないようにはします。世界の諸君、お待ちかねのワールドグランプリ開催のお知らせじゃ。主催はおなじみのドクタじゃなかった。そう、ドク国王様じゃ。タエッグ王国のな。自分でドクターって言いましたよね。腕に覚えのある者は今すぐ自慢の EX ギアを持って集合じゃ。優勝チームには目もくらむほどの賞金、さらに財宝をがっぽり進呈しよう。ただし勝負は甘くないぞ。世界各地を舞台に山あり谷ありのバラエティ豊かなレースコース。単純なレースはもちろん、さまざまなテクニックを競うミッションも用意しておるぞ。どれが出るかは参加してのお楽しみじゃ。おっと、間もなく開会式じゃ。さあみんな急ぐんじゃ。みんな聞いたじゃお。大ニュースじゃお。こんなエキサイティングなレースに参加しない手はないじゃお。さあ急ぐじゃお。会場で待ってるじゃおよ。以上がプロローグです。ドクターじゃなくて、ドク国王の挨拶はここでしか見れません。みんな見てるじゃお。待ちに待ったワールドグランプリ開幕じゃお。今年も世界中からスピード自慢、ギア自慢、パワー自慢のライダーたちが集合したじゃお。僕、実況中継を担当するおもちゃをよろしくじゃお。さあ開会式が終わっていよいよ緊張の第一レースじゃお。あ、会場にチームヒーローズが到着するじゃお。早速インタビューするじゃおよ。みんな調子はどうちゃお。ああ、最高だ。早くこの綺麗な街を駆け抜けたいぜ。ソニック、スピード自慢もいいけどギアの調整も忘れないでよ。いつも僕任せなんだから。お前を信頼しているんじゃないか、テールス。ったく、いつまで待たせるんだ。俺はパワーが溢れてうずうずしてるんだ。早く始めようぜ。もうすぐだよナックルズ。でもこのワールドグランプリってそもそも、ワールドグランプリとかいう名前がねえ。相手してやるから早く出てこいよ。余裕たっぷりのチームヒーローズだったじゃお。じゃあ対戦チームを紹介するじゃお。ソニックも来てたの？すごい運命感じちゃう。なんか1名違うものの、エミ以外がストーリーに関わってくるのは3作目にして初ですね。うるさいわね。あんたは黙ってなさいよ。ソニックさん、テイロスさん、ナックルズさん、お手柔らかにお願いします。おいおい、あいつらと対戦するのか。相手に不足はないね。冗談じゃないぜ。ウォーミングアップにもなりゃしない。自信たっぷりのチームヒーローズにミッションモードが後回しなので、動画で追っている人向けですが、実は、過去2作のミッションで、エミーとクリームは、作中の人物たちから、かなりの評価を受けています。さて、測定が始まりますが、これはパイロンに当たっても良いので、必ず、おもちゃの動きについていってください。そうしないと、左右の移動の認識がうまくいかず、まともに走れないので、うまく曲がれない人は、ここでパイロンを避けることで動きがおかしくなっていたり、左右の調整がうまくできていない可能性も高いです。調整時の注意を説明できたので、以降は動画時間が長くなるのを防ぐためにカットします。
タートダッシュはブーストで出します。カウントが 0.7 秒ぐらいになったら足を動かすと確実です。動かし方は特に説はなし。詳しいフォームは説明書やチュートリアルを参照。ジャンプ台の前はしゃがんでチャージ。ジャンプするときに体に回転をかけるとトリック評価を選びます。あまり効果はないかもしれませんが、手も上げながら少し振る感じでセンサーをごまかしやすい気がします。この先は3方向に分かれていますが、スピードタイプの場合は左側に行きましょう。今作では特殊能力は初期状態から使えますが、体の向きで決まるため向きを変えないように注意。またグラインド中のバランスを取らないと減速します。濡れた時点で少し早いですが、最大限の効果を得るにはその後の姿勢も大事なんですね。調整はキャラを見ながらやってください。トンネルの先はジャンプ台となっており、チャージが十分で飛び上がれば上ルートに入れます。その先、屋根からうまく飛べるとイルカを乗り継いでさらにショートカット。忙しいもののかなり楽に高速で移動できるので、できれば決めたいですね。今回は失敗したので急いでブーストを出して遅れをごまかしています。最後のジャンプ台は高く飛べると短いルートに入れます。水に入ったら腕を全力で回して泳ぎましょう。なお初代と同じでジャンプするには一定以上のエアーが必要なので注意。しゃがむとその時点で使って予約できるので、少ない時は早めにしゃがんでしまいましょう。 S ランクは正確なボーダーが不明なものの、おそらく1分15秒以内です。結構ギリギリですが、このミッションに限らず今作はある程度自動的に進む関係で劇的に速くなることはないので、いかにミスをしないかリカバリーできるかが大事です。テイルス、ナックルス、なんとか言ってやってくれよ。ソニックが手加減しないことぐらいエミーが一番よく知ってるんじゃないの？私だけは特別なの？やれやれだな。手加減なんかしなくたって次は俺様たちが勝たせてもらうぜ。皆さんよろしくお願いします。次のミッションはコレクトリング。リングをノルマ以上集めればクリア。F ランクは通常より2倍以上のリングを拾う必要があります。体感で動くため一路にが難しい作品ですが、それを見越してかジャンプ台で高く飛ぶと出版の A 型リングがあります。これを取ることで結構楽になるので、常に位置を覚えて大ジャンプしてみましょう。もう通り過ぎましたが、スタートから真正面は30リングがあります。これは取っておきたいですね。ちなみに左右は10リングのため注意。手を横に伸ばすと花壇の上にあるリングを取ります。近くを通るときは伸ばしておきましょう。その先ですが、右側にある先の裏に入り、さらに壁沿いに移動。ジャンプ台から飛ぶと30リングが取れます。その先はダッシュパネルに乗ると綺麗に回収可能。トンネルの出口は中央の30リングなので、ここもしっかり大ジャンプを決めましょう。その後、次の屋根の上からジャンプが決まればなんと50リングがあります。これを取ればもうクリアが約束されたようなものでしょう。ちなみにあまり道にあるのを拾えてなくても、その先の最後のジャンプ台の中央がまた30リングです。余談ですが、過去作のミッションと違って1周以内に拾ったリングではなく、制限時間までコースを周回して拾ったリング数が評価になります。あまりリングが落ちていない区間はブーストして素早く走り抜けてしまうのも手ですね。1周以内に余裕でノルマ達成ですね。この時点で足りない場合は右か左に移動してしっかりしゃがんで大ジャンプを決めましょう。次のミッションのグラインドチャレンジ。グラインドを連続で決める必要がありますが、制限時間は厳しくないのでバランスをとって速度を保つ必要はありません。最初のレールはジャンプ台の後左側です。右に寄りすぎなければ簡単に乗れると思います。レールは乗り継ぐ必要があります。乗り継ぎは赤いランプのところに来た時、自分の体が浮いていれば大丈夫。自分でタイミングを測って飛びましょう。よく勘違いしそうなのが赤いランプの場所に来た時に飛ぶこと。これだと認識上ジャンプ入力が遅れているので絶対に間に合いません。このミッションで失敗する人は多分これが原因です。4本目のようにそもそも真下にレールがある場合は飛ばなくても大丈夫。足が辛い人は
うまく見極めて体力を温存しましょう。そんな感じで使用さえ分かればあとが作業。しゃがみから伸ばしを結構な頻度で行うため、足を怪我しないようにだけ気をつけましょう。ソニックのせいで負けちゃったじゃない。責任取って私とデートしてちょうだい。どうして勝ったらデートしなきゃいけないんだよ。皆さん、さすがです。私たちもっと頑張ります。くそー、俺様の賞金が遠のいたぜ。おめでとうちゃお。勝利の喜びを一言ちゃお。なんだか気がついたら勝ってた感じだな。この程度で喜んでちゃ先が続かないぜ。確かに喜ぶのはせめて僕たちに勝ってからだな。あんたたちどうせ負けるんだから帰ってくれない？賞金と商品は私たちがいただくんだし。チームダークのもう一人は誰ちゃお？あら、またどっか行っちゃったわ、あの子。いたいた。この子見かけによらずパワフルなのよ。なんかどこかで見たことあるようなロボットちゃうね。一応ネタ話すると1作目のロゴですね。2作目では全然違いますが、この作品では帰ってきました。次のミッションはトリックアタック。トリックの合計点がノルマを超えればクリアです。左右にあるジャンプ台とかに積極的に寄り道する必要があります。まずは真正面しっかり溜めて大きく飛びましょう。右側はパワータイプ用ルートなので、左に一応右に無理やり行くことも可能ですが、ジャンプ台があるわけでもないので行く意味はないです。壁にぶつかると強制的に方向転換するので、クリアタイムが重要な時を除いては特に自力で曲がらなくていいです。体力温存はもちろんある程度決まったルートを通るためにも覚えておきましょう。見ての通り飛べても評価が最低だと得点がないので注意。ここで飛べると上でさらに1回と言いたかったのですが落ちました。まあまだ得点足りますので、この先が最後のチャンス。左右の壁がタイプになっているのでそこで飛んで稼ぎましょう。遅めに走っても2回が限界かと思います。着地時の加速込みで1回で通り過ぎました。右から飛んで左に行けば2回できたかも。ギリギリノルマ達成ですね。上ルート維持できてれば余裕だったでしょうけど。次のミッションはパワースキルのチャレンジ。障害物をたくさん破壊してゴールしましょう。注意点として今作は自動ではなく手動、どちらでもいいので手を前に突き出すと発動します。手から光が出て障害物に当たれば壊せます。両手で交互に出すとすぐに2連続でパンチしてくれるため保険になります。最初は右側寄りに2つ、その先は少し前に説明したことと同じで自分で曲がるのではなく壁にぶつかって曲がりましょう。そうすると自然と障害物の場所に行けます。ちなみに最初どちらの手を出してもいいと言いましたが、当然パンチした方の手の方向に判定が寄るので障害物がある方を優先して出しましょう。向きは合っていても離れた位置に出すと当たらないことも。 S ランクの場合は上ルートに行くのが必須です。1個壊したらその先はないので降りても大丈夫。その先のジャンプ台も大ジャンプをして上ルートに行く必要があります。続いて短い間隔で3つ障害物があるので注意。ぶつかっても壊れますが、その場合はスキルで破壊していないためカウントが増えずスコアが上がりません。にもね。おい、お前何コソコソやってんだ。実力不足を棚に上げて僕たちのチームメイトを責めるのか。何？まあまあ落ち着いてほしいちゃお。何も問題はなかったはずちゃお。俺は見たんだ。
カシャカシャ変な音を立てて怪しい動きをしてたんだぜ。反則行為があったちゃお。それは見逃すわけにはいかないちゃお。 VTR を再生ちゃお。怪しい音は確認できないちゃお。ナックルズ、僕たちも何も見てないよ。お前の気のせいじゃないのか。ギャグっぽく見えますが、次は証先拠ほどもを見つけてやるからな。勝手にどっか行ってたとかルージュが言ってたあたり、確かにこいつが何かやっている感じはしますね。正々堂々頼むぜ。今回は普通のレースですね。なぜかジェットたちも参加してますが、ここで戦わせていていいのか。レースが始まるちゃお。ちょいと出遅れましたね。とりあえず正面に進み続けるとブラインドレールがあるので、ブーストを連発してエアーを豪快に使いながら進みましょう。ちなみにこれまでと同じでレベルアップすることで速度が上がるのですが、今作ではこれまでお世話になりがちだった100リングボックスがないので、計画的にレベルアップをするのが難しいです。よってレベルを上げることはあまり考えない方がいいです。幸いレベルを上げなくてもこういったレース系は全部 S ランクでクリア可能となっています。まあできたりした方が楽になるのは間違いはないので、できる人はしっかり移動してリングも集めましょう。この先は無理に狙わなくてもいいのですが、右のラナパイプで飛ぶとそのままグラインドレールに乗れます。乗ると少しだけエアーに余裕ができます。チャージしたものの位置調整失敗して飛べず、体を傾けすぎても認識されないしで急に曲がるのが難しいんですよね。ボブスレーですが左右に傾けてと言われて具体的な動きが出ませんね。答えは正面に手を出して曲がりたい方向の手を下げるんです。これがなかなかわからなくて、しばらくはとりあえず今いる列から動きたい時に適当に体を振っていました。ゴール1分25秒以内なら S ランクっぽいので、今回は思ったより余裕がありましたね。タイムがどうしても足りない人はボブスレーエリアのダッシュパネルを覚えて全て乗ってしまいましょう。僕としたことがこんな奴らに負けるなんて。あんたたちなかなかやるわね。悔しいけどその調子なら優勝も狙えるかもね。もちろん僕たちそのつもりだよ。気をつけないと私が先に賞金と商品だけかっさらっておさらばしちゃうわよ。それしか頭にないのかお前は。先ほどのチームにも賞金しか言ってなかったのが一人いましたね。お宝狙いで何が悪いの？どのみち優勝は俺様たちだぜ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。気に入らねえな。こっちもパワーじゃ負けないぜ。ジェット、決勝の相手はやっぱりお前たちか。史上最速も少しはスピードアップしたのか。人間じゃなかった。因縁の対決に決着をつけるわいな。あんたは無理して難しい言葉使わなくていいのよ。ヒーローズもバビロンもレース開始前からピリピリしているちゃお。因縁の対決にどう決着がつくのか楽しみちゃお。でも簡単には決着しそうにないちゃお。やっぱりラストはバビロンとの対決です。ミッションはトリックアタック。このコースは基本的に直線上にしかジャンプできるところがないため、方向転換の操作は必要ありません。言い換えれば道中必ずある数少ないジャンプ台でしっかりと高得点を取っていくことが大事です。必ず前もってしゃがんでチャージしてから大きく飛びましょう。この橋の終わりと同時に飛びたいので、橋に入ると同時ぐらいにしゃがんでおきます。飛んだ先も正面にハーフパイプ状になっているエリアがあるので、こちらも事前にしゃがんでおいてジャンプレベルを上げましょう。次はもう少し進んで上り坂の終わりに大きなジャンプ台があります。これが最後になります。 S ランク狙いだと20点以上必要なため、ここも大ジャンプを決めましょう。一応1回のジャンプで出る最高得点は X トリックの7点ですが、正直出しにくいので S を4回でクリアするつもりでいきましょう。次は初となるエアライドチャレンジですね。今作のエアライドは非常に簡単で、手を横に広げて T 字ポーズをしていれば勝手に上昇します。進行方向も固定でコードが合っていないこと以外では失敗しません。
逆に下げたい時は T 字から手を下げればいいのですが、雑に手を動かしても戻すのが大変なので、調整しやすいやり方を教えます。それは準備体操とかでもやるように手を前で交差させておくことです。こうすると負担もかからないし、 T 字にスムーズに戻せるのでコード調整に失敗しにくいです。基本的なことではあるのですが、コード調整はできる限り上がり続けて上に行き過ぎたと思ったら手を前に出して下げればいいです。下がる方が速度が速いですからね。ここでも実際最後の2つはそのように調整する必要があります。最高のチューンだね。ウェーブのギアは相変わらずすごいや。嫌味のつもり？おちびちゃん、そんなつもりで言ったんじゃないよ。負けは負け。おちびちゃんも少しはギアってものが分かってきたみたいね。気にするな。ギアの性能だけで勝てるほど甘くないぜ。ストームとレイブが直接相手を認めたようなことを言っていますが、今まで内心ではあったけど面と向かっては珍しい。俺様が本気を出すしかないようだな。おいおい、早いとこ負けを認めた方がいいんじゃないのか。勝負はこれからだ。行くぞソニック・ザ・ヘッジホック。ああ、負けないぜ。ついに直接対決。一つ前のコースで一緒に走ってたことは触れてはいけません。普通に一周するだけですね。レースなのでアイテムの妨害には気をつけたいです。手を伸ばしてリングを取れますが、炎が出ている時に伸ばすと一定時間スピードダウンの上に手を伸ばせなくなるので注意。難しいなら前半は無視してもデブチッキンの中リングだけでも回収したいです。触れてしまいましたが、炎が吹き出るところを通るとスピードダウンです。できる限り反対側に移動して回避したいところ。トリックの時に解説したように走るトンネル A ルートに下ルートに一応それなりに早く抜けることはできるのですが、そもそも構造上上の方がインコースなのでどう比べても上の方が早いです。この先はジャンプ台から右のグラインドでエアーをかなり稼げるので、上り坂では豪快に使ってしまいましょう。グラインドの前に手を伸ばしてリングが取れるエリアがありますが、手を伸ばしているとグラインドできないので釣られないように注意。最後のカーブは両脇がダートゾーンです。うまく曲がるのが難しい場合はブーストで無理やり加速してごまかすのが良いと思います。 S ランクは1分14秒以内だったと思います。今回も少し余裕がありましたが、炎に当たっていなければもっと早く終わったんですが、優勝おめでとうちゃお。さすがはヒーローズ、みんなの期待を裏切らないちゃお。今の気持ちを一言お願いするちゃお。軽い軽い、楽勝だぜ。ジェットのやつ悔しくて泣いてるんじゃないのか。どうなってるんだ。ちゃんと整備したのか。セッティングには問題ないはずですけど。現に途中で急にパワーが落ちたんだ。おかしジェットはいですね。言い訳はしない性格なのでトラブルの本当っぽいですね。おめえのせいで負けたんだわいな。うるさいわね。ちょっと黙ってて。チームバビロンにマシントラブルがあったみたいちゃお。これは見過ごせないちゃお。詳しく事情を聞いてみるちゃお。よかったら僕にも見せてよ。故障の原因がわかるかもしれないよ。大きなお世話よ。あ、ごめんなさい。コアユニットの放熱板が緩んでいたようです。なんてこった。こんな大事な時に。どうやら再戦の必要がありそうだな。チッ、負けは負けだ。運が良かったな。マシントラブルなんだろう。この勝負はノーカウントだ。そんなに再戦したいのか。この作品より後のことなんですが、ソニックランナーズでメタルソニックにも似たようなことを言ってるんですよね。不完全な相手に勝利宣言はしないのがソニック。バビロンは怒りに火をつけてさっきより燃えているちゃお。いよいよ目が離せなくなるちゃおよ。ということで
再び同じコースでレースしますが、今回は3周のレースとなり、タイマー勝負となります。今までと比べた場合は、妨害がほぼないのが安心できる代わりに、3周分のエアーの管理が大事になってきます。また、長く走るので、レベルアップをできる限り、早い段階で行っておきたいですね。出遅れていますが、落ち着いて進みましょう。幸い、S ランクのノルマは、結構余裕がありますので、序盤負けていても、中盤あたりからレベルを上げて適切に走れば普通に届きます。ジャンプに失敗したので、下ルートの走り方を解説。ストーリーの場合はグラインができるので、そのまま正面に進み、メールに乗りましょう。その先もハーフパイプがあるので、上の時と同じように、しっかりトリック。その先も似た地形なんですが、中央にパワータイプ用の瓦礫があるので、右か左に移動して避けましょう。その先も、一つ前のミッションと同じで、エアーを使いまくっていいので、右側のグラインドを目指します。可能であれば、グラインド中のバランスもうまくとって減速しないように、取れているかどうかは、キャラの動きを見ればわかります。ふらついているようだったら、体をもっと傾けましょう。今作には、ドリフトがないので、カーブを曲がるときは体で調整です。さすがに、ギアごとの限界値はありますが、大体傾けておくと自然と曲がってくれます。ダートを踏んだらブーストするとごまかせます。説明する余裕がなくて、本当に今更な感じはあるのですが、普通に走るときに、体を前の方に倒しておくと、加速効果があります。これをやってかないと、大体は S ランクタイムに間に合いません。ただし、エアーを消費するので、ないと意味がありません。エアーはどこだっけ？ちょうど私の後ろです。まあ、半分以上は見えて、殻になりかけると警告音とともに、ゲージ周りが赤く光るので、幸い被っていても、そんなに問題ないかなと思い、そのままにしています。今のように、画面が曇ってしまうことがありますが、これは、手を動かせば拭き取れます。ただし、一定時間経過で落ちる上に、効果は、視界が少し悪くなるだけです。うっすらとは見えるし、手を動かすにも、体力を使うので、無視でいいです。今作のストーリーモードは、実は、ラストエピソードクリア時以外、スタッフロールがないので、ココラ当たりで、ストーリーの感想でも語りましょうかね。ついに、バビロン以外のチームとの戦いも入って、バリエーションが増えたように見えるものの、他のチームは結局は前座でしかなかったですね。ベタでも、最後に、ジェットとの決着を持ってくるのは、ライダーズだから良いと思います。一応、チームダーク戦は何かの伏線かもしれませんので、あのロゴは今後も注目ですね。あとは、結構1チームあたりのテンポ良くなったのと、ミッション形式になって3周が必須ではないので、約30分で1チームのエピソードが終わるのは、動画作成のテンポも良くて作る側としても嬉しいですかね。どうせすぐわかることなんですが、今作は1チームあたり短めの代わりに、これまで戦ったそれぞれのチームの話もあります。全体的なボリュームは過去作に引けを取りません。そんなわけで、次回は早くもバビロン編となります。シャドウとかを優遇した結果なのか、今作においてはバビロンでもまだまだ序盤なんですね。当然ながら各チームの出番も均等にあるので、お目当てのチームが終わった後も引き続きストーリーを楽しめますよ。なんとかクリア。3分36秒以内で S ランクなのでギリギリですね。最初したルートに行ったのと、序盤リングがあんまり拾えなかったのが原因だと思います。まあ、これくらい雑でも間に合うってことで、体力や動きに自信がない人も諦めず挑戦してみましょう。やけどしそうに熱い戦いだったちゃお。見ているだけで僕も熱かったちゃお。今度こそ文句なしの優勝ちゃお。今の気持ちを聞きたいちゃお。ああ、最高の気分だぜ。僕、ギアの扱いにはかなり自信がついたよ。俺も楽しませてもらったぜ。ジェットのやつの鼻も明かしてやれたし。そういやあいつどうしたんだ。3人とももう帰ったちゃおよ。でもまだ中継がつながるかもしれないちゃお。追いかけてみるちゃお。わわボス、カメラが追いかけてきてるわいな。もうしつこいわね。追っかけてこなくてもいいじゃない。ジェット、いい勝負ができてよかったぜ。この借りは必ず返させてもらうぜ、ソニック・ザ・ヘッジホック。ああ、楽しみにしてるぜ。チームバビロンは潔い引き際だったちゃお。こうなるとチームヒーローズとチームバビロンの戦いは
回ももう少しで見れると思うと胸が熱くなりますね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。今後のミッションや実績もバッチリ攻略しますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。